1994年の1月、舞台はアメリカ・オハイオ州のマンスフィールド。この地で祖父母と一緒に暮らしつつ、地元のマンスフィールド高校に通う少女、マリー・ロバーツは成績優秀で容姿端麗。そんな彼女は学校中の男子の憧れの的で、学園一のマドンナ的な存在だったんです。さらに、そんなマリーの親友、ステイシーは、周りの人を皆笑顔にするような愉快でお調子者。マリーにとって、ステイシーは心の支えであり、欠かせない存在だったんです。そんな二人がある日、図書館で古文の勉強をしていた時でした。マリーはステイシーに突如、あることを告白します。ねえ、ステイシー、私ね、お父さんを殺したの。若干16歳の女子高生が成立させた完全犯罪の殺人事件。一体彼女はどのような方法を用いたのか、そしてなぜ父親を殺害したのか。成績優秀、そして容姿端麗な女子高生の中に潜んでいたその恐怖とは。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。どうも、最近暑くなってきて薄着にしたいと思ってるヤミヤミ。薄いだろもうすでに。見てるの？見てねえよ。見てんの？もう変態もう。まあね、お父さんが嫌いなね女子高生とかはね多そうなんですけど、実際でちょっとねお父さん殺すってのはね、まあちょっとイカれてますよね。まあでも今でも私お父さんと一緒にお風呂入るわよ。汚ねえな。なぜこのねプリズンブレイクの登場人物ばりの名前をしているマリー・ロバーツがね、犯罪をね犯してお父さんを殺してしまったのでしょうか。そのね動機はなんと彼女の家庭環境にあったんです。ロバーツ一家の秘密。マリー・ロバーツは1976年にアメリカのテキサス州で生まれました。母親のエリザベスは愛情深く、父親のスティーブンは温厚で優しい人物だったんです。平凡な幸せに包まれて生きてきたマリーだったんですが、その日常は彼女が4歳の頃に崩壊します。両親が離婚したんです。しかし、母のエリザベスはシングルマザーとはならずに、その翌年に再婚します。相手の名前はフランク・バローズ。元海軍の将校だった彼は、とても厳格な人物だったんです。母のエリザベスは看護師だったため、非常に忙しい日々を送っていました。その結果、ほとんどの時間をマリーと父親フランクは2人で過ごしたんです。まあね、それならね普通仲良くなるんじゃないかと思いますよね。しかし実際はその真逆。二人はほとんど口を聞かなかったそうなんです。そんな不仲の原因は父親であるフランクにありました。エリザベスと同様にバツイチの再婚だったフランクには息子がいました。フランクにはその息子からお小遣いをねだる電話がしょっちゅうかかってきていたんですが、その度に不機嫌になりマリーに八つ当たりしていたんです。いや、マリーかわいそうよ。何にも悪くないわよこの子。まあね、人殺す以外はねこいつねほんまいいやつなんよね。こいつ多分こいつほんまいいやつ。慣れ慣れしい。元海軍将校である父親のフランクは非常に体格が良く、さらに実の父親でもないとなればマリーからしたら非常に恐ろしい存在だったんです。さらにフランクの欠点は他にもありました。彼はマリーから自由を奪っていました。彼女は厳格なフランクの指示で毎日何時間も勉強させられ、またパーティーなど華やかな遊びは全て禁じられていたんです。こうした生活のせいで最悪な二人の仲はこの後ある出来事によって決定的に決裂するんです。ある日、学校が短縮授業だったマリーはいつもよりも早い時間に帰宅しました。すると母の部屋から女性の声が。普段なら母がいる時間ではないので不審に思いながら部屋を覗くと、そこには見知らぬ女性がいたんです。そう、父親フランクは不倫していたんです。許せないわよ、これもう女性の敵よ。リアクションベタかも。昭和かお前。マリーは吐き気がしました。というのも、マリーと母エリザベスは親子というよりは姉妹や友人に近い関係であったため、非常に仲が良く、マリーは母のことが大好きだったんです。そのため、父フランクのこの裏切り行為に全身が震えるほどの怒りを覚えたんです。そしてマリーはその一部始終を母に報告。こんな男と大好きな母が一緒にいるのは間違っている。さらに彼女には打算的な考えもあり、これで離婚になればこの最悪の父親から離れられる。ある意味でマリーはラッキーな出来事だとも感じていたんです。しかし母から返ってきた言葉は非常に意外なものだったんです。しょうがないわね。私がいつも仕事で彼と一緒にいられないからだわ。私が悪いの。マリーは愕然としました。母は父親フランク側についたんです。そう、母エリザベスは男性に依存しなくては生きられない女性だったんです。母の予想外の返答を聞いたマリーはこの二人にとてつもない嫌悪感を抱きました。そして家から出ることを決意。しかしまだ高校生のマリーに一人暮らしはできません。そこで彼女が頼ったのは実の父親スティーブンだったんです。こうして彼女はエリザベスとフランクから離れ、父との二人暮らしを始めるんです。これでね一見落着かのように思われてたんですが、マリーにはまだ心残りがあったんです。いや、それ許せないわよ。あいつのチンチョン切ってやんないよと気が済まないわよ。下ネタ出し噛むなお前。
母親と喧嘩別れをしてしまったマリーなんですが、それでも母親のことが大好きだったマリー。そしてこの愛が後にマリーを歪んだ人生と突き落としてしまうんです。父の死。実の父親スティーブンと2人暮らしを始めたマリーは幸せな日々を過ごしていました。家が狭くて汚いことはストレスの種になっていましたが、義理の父フランクとは異なり温厚で優しい実の父スティーブンと過ごす時間は非常に居心地が良かったんです。そしてスティーブンも12年ぶりに娘と家族のように過ごせる時間を幸福に感じていました。しかしそれでもマリーにはこの生活に不満があったんです。時間が経ち当時の怒りが薄くなっていくにつれて思い出されるのは母への愛情だったんです。また母エリザベスと暮らしたいとそう思うようになっていったんです。いやこれでスティーブンとエリザベスがより戻してくれたら完璧じゃない。まあね、でもね実はねそれの逆なんですね。一方で娘マリーのいない生活を送るエリザベスは自分の夫婦生活が激変していることに気がつきました。フランクがとても優しくなっていたんです。マリーという煩わしい存在がいなくなったフランクは常にご機嫌。二人はイチャイチャしまくっていたんです。羨ましいですな。そしてそんな折彼らの愛の巣にマリーから電話がかかってきたんです。マリーはエリザベスにお母さんと一緒にいれなくて寂しいそう伝えます。エリザベスも一応それに同調するような返答をしたんです。しかし聡明なマリーは見抜いていたんです。母が自分のいない生活に満足していることに。この母の対応にマリーはとてつもないショックを受けるんです。大好きな母エリザベスに裏切られたような気持ち。それでも母にいびつなまでの強い愛情を持っていた彼女は再び一緒に暮らしたいと強く願っていたんです。そして毎日勉強させられていたせいで賢く育ったマリーにはその悲願を達成する上で誰が邪魔者となっているのかよく分かっていたんです。そして彼女は恐ろしい計画を実行に移します。決行日は1993年2月18日。彼女の計画は完璧なものだったんです。この当時の警察の捜査能力では絶対に見破れないある手段を思いついていたんです。そしてその計画通り彼は亡くなることになったんです。実の父親スティーブンの生涯はここで幕を閉じました。フランクじゃないの？そうなんですよね。フランクじゃなくてスティーブンなんですよ。なんでその理由、そして犯行手段が公になるのはここから2年後のことなんです。まずは一緒に暮らしていた実の父親が亡くなった結果、マリーの生活がどう変わっていったのかを見ていきましょう。この当時もまだ高校生のマリーは一人暮らしはできません。ならば母エリザベスと義理の父フランクの家に戻るのが自然なんですが、ここでエリザベスは意外な言葉を吐くんです。マリー、あなたおじいちゃんと暮らしなさい。エリザベスはマリーがいなくなってからの優しいフランクにぞっこんだったんです。彼女が戻ってくることでこの幸せな生活を壊されることが我慢ならなかったんです。ひでえ母親だなこれな。ひどいわよ。結局マリーの望みは叶わず、スティーブンの保険金を使って祖父との2人暮らしを始めました。そして学校も転校することになったんです。いやかわいそうすぎますよねこれ本当に。しかし不幸中の幸い、頭が良くそしてかなりの美人だったマリーは転校先の学校でスターになります。さらに成績は悪いもののユーモアのセンスが抜群で学校一の人気者ステイシーと仲良くなるんです。実は彼女も両親が離婚しており、境遇が似た2人はすぐに意気投合、唯一無二の親友になっていきました。しかしその幸せも長くは続かなかったんです。1994年の1月、この日を境に彼女たちの幸せはこの世から失われることになるんです。それは2人で古文の勉強をしている時でした。題材はシェイクスピアのハムレット。ここでねアルゴメトリーの大好きなメトラの皆さんに簡単にねハムレットのね中身をね紹介していきたいと思います。ハムレットの父親は王様なのですが、ある日毒蛇に噛まれて死んでしまうんです。しかし彼は亡霊となってハムレットの夢に現れます。そこでこう告げてきたんです。自分を殺したのは弟だ。その弟はハムレットの父が亡くなった後王様になっていたんです。そこでハムレットは父の弟への復讐を誓います。この物語をマリーは自分の人生になぞらえていました。マリーとステイシーはハムレットを朗読するという勉強をしていたんですが、弟が王様を殺害したことを後悔するシーンを読んでいる時に感極まって泣き出してしまったんです。心配した親友ステイシーは友達を思いこう質問しました。どうしたの？これが唯一無二の親友の人生を終わらせることになるなど、当時のステイシーには分かるはずはなかったんです。マリーはね真の悪人ではないんです。なので実の父親を殺した罪悪感っていうのをずーっと胸の内に秘めていたんです。そしてこの時のステイシーのどうしたのの一言がマリーの心のダムを崩壊させてしまうんです。両親の呵責でずっと誰かに話したいと思っていたマリーは意を決して話し始めます。
実は私、父親を殺したの。マリーはまずその方法について語りました。彼女が用いたのは酢酸バリウム。これは一般人が手にすることは不可能な薬物なんです。しかしたまたま科学の授業の実験で使う機会があり、その際に家に持ち帰っていました。厳格なフランクによって毎日勉強させられていたマリーは非常に賢い人間だったんです。しかも法医学者を目指していたため、薬物の知識にも長けていました。そのため酢酸バリウムが人体にどのような影響を及ぼすかを把握していたんです。人体への影響、それは心臓に刺激を与え筋肉に障害をもたらすこと。そしてこの症状は医者には心臓麻痺として診断される。マリーにはそこまで見えていたんです。怖えなこいつ。そしてこの酢酸バリウムを食事に入れることで完全犯罪を成功させたんです。ではマリーのその動機とは一体何だったのか。ある日のマリーと母エリザベスの電話でエリザベスはこのようなことを言ったんです。あなたと暮らしたいけどあなたにはスティーブンがいるから。ただ義理の父フランクとの暮らしを続けるために口実を作りたかったエリザベス。しかしマリーはこの言葉を真に受けてしまうんです。そしてマリーは実の父親スティーブンを邪魔者と断定し、この世から退場させることを決意したんです。ちょっと不謹慎にはなるけど、これフランクの方殺しちゃった方が良かったんじゃない？これ不謹慎だなまああれなんですよ、フランクをね殺害した方が多分お母さんと一緒に暮らせる確率っていうのは高かったんですけどね、マリーはねとはいっても母親思いのいい子なんで、母親が悲しむ姿を見たくなかったからだと思うんですよね。フランク失っちゃったら悲しむもんね、お母さんね。事件の全貌を知った親友ステイシーは困惑しました。自分は一体どうすればいいのか。一方でマリーは全て話すことですっきりしていました。さらに絶対誰にも話さないでねと念を押してきます。これを明かせば親友の人生を終わらせてしまう。そんなことはできないと思う親友ステイシーでしたが、一方で夢の中でたびたび口止めをするマリーや亡くなったスティーブンが出てくるようになって苦しみます。親友とはいえ果たして罪を犯した人間を野放しにしていいものか。次第に自分一人では抱えきれなくなったステイシーはついに母親に相談、そして警察にリークすることを決意したんです。当時酢酸バリウムを検出する機会が非常に少なく、捜査には時間がかかりました。ですがマリーが自白した通り、スティーブンの血液からは致死量を大幅に超える酢酸バリウムが検出されたんです。こうしてマリーは逮捕、懲役28年が言い渡されました。女子高生の歪んだ愛が引き起こした殺人事件、それは両親の呵責による自白がなければ完全犯罪となっていたんです。人間は両親なしに人生を歩むことができると思う。これは親友ステイシーに語ったマリーの言葉でした。チャンネル登録と高評価よろしくね。